皆様こんにちは、セリナです。今回はシャネル、ディオール、ルナソル、RMK のフルコレクションで発売されたピンク、パープル系のアイシャドウ6色を比較しながらご紹介していきたいと思います。今年の春コレクションはピンクやパープル系のアイシャドウが特に人気でしたよね。今回ご紹介する6色を大まかにパープル系、温かみを感じるピンク系、そして青みを感じるピンク系の3種類に分けて、それぞれ半缶ずつにメイクルックを作って比較していきますので、カラー選びに迷っているという方に少しでも参考になれば嬉しいです。シャネル、ルナソル、RMK は定番色、ディオールのみ数量限定色となっておりますが、現時点ではディオールの公式オンラインサイトでもカートに入りましたので、お探しの方はぜひお早めにチェックしてみてください。また、それぞれのパレット1色ずつの単色塗りや別のメイクルックはそれぞれメインチャンネルで動画をアップしておりますので、気になった方はぜひメインチャンネルもチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。まずは今回ご紹介する6つのアイシャドウのそれぞれの特徴についてご紹介していきたいと思います。1つ目はこちら、ディオールショーサンククルールの限定色123ピンクオーガンザ。繊細なライラックピンクを中心にメタリックシルバーパープル、ホワイトベージュ、ダスティーピンク、サテンモーブを配色。通常のディオールショーサンククルールよりもかなり発色がナチュラルで、パールの艶めきを楽しめるパレットです。見た目よりもくすみ感は少なく、優しいニュアンスの青みピンクとモーブを楽しめます。続いて同じくディオールショーサンククルールの限定色923ポプリンピーチ。鮮やかなロージーコーラルの周りにローズかかったピーチ、イリリセントホワイト、ゴールドサンド、オレンジピンクを配色。ピーチ系のパレットとのことですが、こちらにも全体的に青みを感じる印象でした。明るくて可愛らしいコーラルと青みピンクが楽しめます。続いてシャネル、レベージュパレットルガール、クールドゥシャネル。表層のようにきらめくパール、華やかなローズの輝き、ブルーを潜ませるクールトーン。青みと黄身のバランスが取れた新しいピンクパープル系パレットという印象で、パープル系のカラーが苦手という方にもとてもおすすめです。続いて RMK シンクロマティックアイシャドウパレット05ディライトフル。フレッシュで可愛らしいローズピンクパレット。子供っぽくならずに青みによらない絶妙なピンクにこだわったとのことで、透明感はあるのに青みに寄りすぎないピンクやゴールドがアクセントになっていたりなど、温かみのあるローズピンクパレットです。同じく RMK シンクロマティックアイシャドウパレットの08エンチャンティング。ほのかな色気とモードテイストを宿すトワイライトマルベリーパレット。パレットの見た目よりもくすみすぎず、深みはあるのに明るく仕上がる印象です。05番とは対照的にしっかり青みやパープルニュアンスを楽しめます。大粒のラメが楽しめるところもポイントです。そして最後はルナソルアイカラーレーション24ルーセントブルーム。クールなピンクに光が差し込むように透明感のある眼差しに導くルーセントブルーム。程よく陰影感もつけつつ透明感抜群の青みピンク系にまとめてくれるパレット。パールやラメは全体的に控えめなので、ラメ系のアイシャドウが苦手という方にもおすすめです。ではここからはカラーのニュアンスや仕上がりイメージが特に似ているんじゃないかなと感じた2つを半眼ずつに塗って比較していきたいと思います。まずは大人っぽいパープルのニュアンスが似ていると感じるシャネルとディオールの123のカラーです。こちら側半分にシャネルを全色使ってメイクしていきたいと思います。まず上段のカラーを指に取ってアイホール全体にベースとして塗っていきます。続いて2段目左のカラーを指に取ってさらにアイホール全体にのせていきます。こちらのカラーはなんといってもこのブルーのラメがとても可愛いですよね。グラデーションのアクセントにのせるのにもおすすめですが、今回はあえてベースにのせてこのパレットの特徴であるブルーラメをしっかりと際立たせていきたいと思います。続いて3段目左のカラーを指に取って
目を開けた時にカラーが見える位置までのせていきます。こちらは青みに寄りすぎないパープルピンク系なので、血色感のある目元に演出したい時はこのカラーをメインに使うのがおすすめです。続いて3段目、右のカラーを指に取って、上まぶた、目尻3分の1にのせていきます。高発色でしっかりと目元を引き締めてくれます。こちらは寒色寄りのパープルカラーです。最後に2段目、右のカラーを付属のチップに取って、下まぶた全体にのせていきます。こちらは青みと黄身のちょうど中間のようなパープルがかったピンクカラーです。このカラーが特に絶妙で、いろいろなタイプの方に使いやすいんじゃないかなと思います。続いて、ディオールショーサンククルール123のピンクオーガンザです。中央のカラーを指に取って、アイホール全体にのせていきます。透明感抜群のホワイトに近いような青みピンクカラーで、発色もナチュラルで、パールの艶めきを贅沢に楽しむことができます。春らしくて軽やかな透明感のある目元に仕上げてくれるカラーです。続いて左下のカラーを指に取って、上まぶたの目を開けた時にカラーが見える位置までのせていきます。こちらのカラーも見た目よりも発色が柔らかいので、2色を重ねてもこんな感じで、あまり濃い印象にはならずにツヤが増していくように仕上がっていきます。続いて右下のカラーを指に取って、上まぶた、目尻3分の1に締め色としてのせていきます。こちらのカラーはこのパレットの中で一番発色がしっかりとしていますが、それでもこんな感じで他のカラーの柔らかい雰囲気を邪魔せずに自然に目元を引き締めてくれます。青みがしっかりと効いたモーブカラーです。続いて右上のカラーを付属のチップに取って下まぶた全体にのせていきます。こちらは馴染みのいいホワイトベージュ系カラーですね。最後に左上のカラーを指に取って上まぶたの黒目の中心にのせていきます。はい、こちら側にシャネル、反対側にディオールの123、それぞれ全色を使ってメイクしてみるとこんな感じの違いでした。パレットを見た感じだとどちらも全体的に青みが効いているようなピンクパープル系という印象ですが、実際にメイクをしてみるとこんな感じで、シャネルの方が透明感を感じつつも青みと黄身のバランスが取れたようなピンクパープル系アイシャドウなのに対して、ディオールの方が全体的に青みがしっかりと効いている透明感抜群のピンクパープル系に仕上がっていると思います。そして発色もシャネルの方が全体的にどのカラーもしっかりと色が出るのに対して、ディオールは全てのカラーにパールのツヤを感じられるのと、ナチュラルで柔らかい発色だったので、しっかりとカラーを楽しみたいという方はシャネルがおすすめ。ナチュラルな発色でツヤを楽しみたいという方はディオールがよりおすすめなんじゃないかなと思いました。儚げな印象に仕上げてくれるディオールも、トレンド感の中に上品さも感じられるシャネルも、どちらもものすごく可愛いですよね。続いてはこちら。比較的温かみを感じられるピンク系パレットの RMK05 番とディオールの923です。まずは RMK の05番です。右下のカラーを指に取って、アイホール全体にベースとして塗っていきます。今期は特に青みを感じるようなピンク系の新作が多かったですが、こちらのパレットはカラー説明にも青みを抑えたローズピンク系に仕上げたという記載がある通り、透明感も感じつつ温かみを感じるような仕上がりが特徴です。ゴールドのラメがしっかりと効いているところも可愛いですよね。続いて右上のカラーを指に取って、上まぶたの目を開けた時にカラーが見える位置までのせていきます。こちらも温かみを感じるようなローズピンク系カラーです。この2色を組み合わせると、こちらのパレットの温かみのニュアンスが前面に出て可愛いですよね。続いて左下のカラーを指に取って、上まぶたの目尻3分の1にのせていきます。最後に左上のカラーを付属のチップに取って、下まぶた全体にのせていきます。
続いてディオールショーサンククルールの923ポプリンピーチです。まず左上のカラーを指に取ってアイホール全体にのせていきます。こちらのパレットはロージーコーラルやピーチ系のカラーで構成されているという説明ですが、まぶたの上にのせてみるとこんな感じで意外と青みのニュアンスを感じることができます。続いて中央のカラーを指に取って上まぶたの目を開けた時にカラーが見える位置までのせていきます。温かみはありますが、しっかりと青みを感じるピンクに発色します。続いて右下のカラーを指に取って上まぶたの目尻3分の1にのせていきます。続いて左下のカラーを付属のチップに取って下まぶた全体にのせていきます。最後に右上のカラーを指に取って黒目の中心にのせていきます。はい、RMK の05番とディオールの923、それぞれ全色を使ってメイクするとこんな感じの違いでした。どちらもパープルニュアンスによらない明るいピンク系というところは似ていますが、こうして比較してみると RMK は黄身のニュアンスを感じるような柔らかいピンク系なのに対してディオールの923はまぶたの上にのせてみると青みをしっかりと感じられるような明るいピンク系に発色してくれるので、明るいピンク系の中でも黄身寄りのニュアンスに仕上げたいという方は RMK の05がおすすめ、青み寄りのニュアンスに仕上げたいという方はディオールの923が特におすすめなんじゃないかなと思います。RMK はゴールドのラメがアクセントになっていますが、ディオールはシルバーのラメがアクセントになっているというところも対照的ですよね。最後は青みピンク系ニュアンスのルナソル24と RMK08 です。まずはルナソル24ルーセントプルームからご紹介していきます。左上のカラーを指に取ってアイホール全体にのせていきます。こちらのカラーが今回のパレットの中で一番ラメやパールの艶めきを感じるカラーですが、それでもこんな感じでラメもかなり微細なのでツヤ感やきらめき感を抑えたいという方にも使いやすいパレットなんじゃないかなと思います。続いて左下のカラーを指に取って上まぶたの目を開けた時にカラーが見える位置までのせていきます。パレットで見るとかなり鮮やかなカラーという印象ですが、まぶたの上にのせるとこんな感じでかなり柔らかい発色なので派手な印象になりすぎずに透明感を与えてくれます。パープルに寄りすぎないけれど青みをしっかりと感じられるピンクというところが絶妙で可愛いですよね。続いて右下のカラーを指に取って目尻3分の1に締め色としてのせていきます。締め色にも程よいツヤが効いているので深みを出しつつ軽やかさが残るバランスがとても素敵だなと思います。最後に付属のチップの太い面に右上のカラーを取って下まぶた全体にのせていきます。こちらのピンクには少し温かみを感じるような柔らかさもあります。続いて RMK08 です。右下のカラーを指に取ってアイホール全体にのせていきます。こちらのカラーは今回ご紹介している6つのパレットの中でも特に大粒のラメを楽しめるような質感です。シルバーのラメで透明感をぐっとアップさせてくれますが、ベースに程よく肌なじみのいいベージュカラーが効いているので、ベースに使ったり単色で塗ってもこんな感じで意外と派手になりすぎないところがとても素敵だなと思っています。続いて右上のカラーを指に取って上まぶたの目を開けた時にカラーが見える位置までのせていきます。こちらも反対に塗っているルナソルの24番と同様、パープルに寄りすぎないですがしっかりと青みを感じられるピンクという発色です。こちらは少しくすみ感が楽しめます。続いて左下のカラーを指に取って目尻3分の1に締め色としてのせていきます。こちらがグレイッシュなパープル系に発色するので、このカラーを入れることで
気にパープル寄りのイメージに仕上げることもできます。最後に左上のカラーを付属のチップに取って下まぶた全体にのせていきます。はい、ルナソルの24番と RMK の08番、それぞれ全色を使ってメイクするとこんな感じの違いでした。両方ともメインとなるピンクカラーにしっかりと青みを感じられるけれど、パープルには寄りすぎないというところがよく似ているなと思いましたが、ルナソルの方が全体的に同系色でまとまっているので、全色を組み合わせてもパープルに寄りすぎず明るくて柔らかい印象を保ってくれるのに対して、RMK は締め色に使ったグレーッシュなモーブやベースに重ねたシルバーラメの効果で、組み合わせ方によってパープルのニュアンスも引き出せるというところが大きな違いだったなと思います。そして質感としても、ルナソルはパールやラメが控えめなふんわりとした印象なのに対して、RMK は大粒のラメをしっかりと楽しめたので、ふんわりと柔らかいニュアンスの青みピンクを楽しみたいという方は、ルナソルの24番がおすすめ。組み合わせ方によって青みピンクからパープル系まで楽しめて、くすみ感やラメ感も楽しみたいという方は、ルナソルの08がよりおすすめなんじゃないかなと思います。こちらの2つも全然違った印象に仕上がったなと思います。最後に全色を比較してみるとこんな感じでした。透明感抜群のパープルニュアンスを楽しめるのは、ディオールの123、シャネルのクールドゥシャネル、そして組み合わせ方によって RMK の08、黄身寄りのピンクで温かみを楽しめるのは RMK の05、パープルに寄りすぎず明るめの青みニュアンスを楽しめるのはルナソルの24とディオールの923でした。はい、ではこんな感じでシャネル、ディオール、ルナソル、RMK のピンクパープル系のアイシャドウ6色をご紹介していきました。一見似ているかなと思っていたパレット同士もそれぞれ比較してみると結構違いがあって、一つ一つのパレットに絶妙な個性やニュアンスを感じることができました。今回ご紹介した6色の中でシャネル、RMK、ルナソルは定番色、ディオールの2色のみが数量限定色となっておりますが、現時点では公式のオンラインブティックでもカートに入りましたので、気になっている方はぜひチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。